ライブなどでファンを虜にするメンバーの決め顔をアンケートで人気だったものから厳選して紹介。グランプリに輝いたメンバーには決め顔を 3D マスクにしてプレゼントします。この前のライブもさ、終わりでさ、ね、久保とか梅にさ、あれよかったよなんつって決め顔やってよなんてね、あったじゃないですか。でも日村さんも昔からさ、あの時の誰々のこれがいいとかさ、もう大好き大好き。もう卒業しちゃったけど高山の高山のこのこれね、これなんかアンニュイな顔とかよく言うんですけど、俺この前のライブなんかだったら林とかさ、林とかいい表情するよね。俺は見てたんだ。ありがとうございます。俺スタッフさんにも言ったよね。なんかね、アイドルがステージでこう輝いてるのを絵に描いたみたいな。輝いたんだ。何こういう表情するのとか。嘘ついてません。林じゃなかったのかな。ないかもしれない。なんかでも怪しいねなんつって。ありがとうございます。そう。それでは今夜は久保のエントリー作品からスタート。久保はもう決め顔クイーンですからね。久保がクイーンなのね。どこ言われたと思いますか。でもやっぱりその日産の時に設楽さんがその日常の決め顔を言ってくださったので、日常はやっぱね、北野っていうね、その曲の代名詞でセンターでやってた、それを受け継ぐのでもプレッシャーじゃないですか。そうですね。でなおかつあの強い気持ちの歌を真ん中でダーンっていくっていうのが、ただそれは久保の日常になったよね。だからあの顔が良かったみたいな。久保の日常。久保もほら普段ってさ、ふにゃふにゃのへにょへにょみたいな顔してんのにさ、ライブだとなんかさ可愛いんだけど、なんかこうギュンってやるんだよね。本当です。あとはこういう目もすごいですよね。なんかヘビみたいな。あれがでもすごい魅力的なんだよね。初めて言われました。夏季からもう推薦。はい。日常ですね。そうなんです。最初出てくるところと、サビ前とラスト、全部ちょっとずつ違うっていうか、その感情も違うんですけど、その自分の見せ方も違うし、肌も白いので、もうなんか出てきた時はもう発光して出てくるみたいな。でも分かるよ。てかそれはね、みんなそうだよ。なんか青い光が多くて、その日常やる時って、だから青もあって、青と白で。だからちょっと久保って透き通ってるもんな。透き通ってますね。透き通ってますか。なんか透けて見えちゃうって。その白に青いライトが入るからより発光感がある。発光感があって、そこがまたなんかこう出てきましたっていう強い。そこも見たいな。あとはライブカメラマンさん。何なんだこの人。バースデーライブの日常、曲終わりの久保の決め顔。まあね、日常の北野は毎度オーラがすごかったが、その北野のセンターを継ぐ決意を感じた渾身の表情だった。しびれた。いいね、カメラマンさん。前のめりだね。ライブ中にしびれた。いや、そうじゃないかもしんないよ。もう今いいね。和田とかもいいね。鈴木とかもさ。出てきた。ほら。あんな細い女の子が決意に満ちたさ、あの顔はいいよ。本当ですか。ありがとうございます。また髪型もこの時こう縛ってるから、顔がこうね。でもこの日は日常に合わせて髪型もポニーテールにしてて。そうなんですよ。やっぱ激しく踊りたいけど、最後髪かかってたらもったいないので、そこも計算しながら。これはあれなの、北野とかに言ったわけに。言いました。でもこれ2回目なんですけど、センターやらせてもらうのが、ひなこさんが自分が赤い炎だとしたら、しーちゃんは青い炎でやってほしい。すごいアドバイスだね。言われて、なんかそれをすごい意識してたので、ひなこさんは割と決めがこうバッて決めるんですけど、私はこうぬめっとやるっていうのは差を。なるほどね。赤く激しく燃える炎より冷血に見える青い炎。ただ青い炎のが温度が高いからね。なるほど。そういうことですね。今設楽の女みたいな顔したな。なんか今日増えてってる。他にもですね、久保がいろいろ。さらに田村からどうしても見てほしい決め顔が。嬉しいです。シングアウトのしおりちゃんの歌うパートがあるんですけど、スーパーしおりタイムっていうのがありまして。スーパーしおりタイム。何それ。
ここにいないからなんですけど、そこのしおりちゃんの表情がとにかくもうこの世界で一番幸せな人なんじゃないかっていう。そういうタイムが、それはスーパーしおりタイム。そうです。そこからサビ前のアスカさんとこうしおりちゃんが入れ替わる瞬間があるんですけど、そこの表情がもう多幸感に溢れてる優しい表情をするんですよ。あとなんか腕の使い方がめちゃくちゃうまいので、なんか骨がないんですよ。なんだ、骨がないの？なんかやばいじゃん。骨がない生き物になるんです。なんかぐにょぐにょな反対の滑らか。そうです。動きはすごく滑らかで。久保も意識してるわけ、結構。そうですね、あそこ難しくて、その番号的に言うと5番から0番に行っていきなり決めなきゃいけないんですよ。でもめちゃめちゃ難しくて、しかも真ん中だしね。そうなんですよ。それを1回のターンでつかなきゃいけなくて、そこですぐ抜きが来るので、で髪もなのに直さなきゃいけないしっていう。髪なんか直してんのあれ？直す時間ないのでターンの回り方で。そういうのちょっと生で見たいんだけど、ちょっとターンを髪を直すのが見たい。ということでスーパーしおりタイムをスタジオで再現。じゃあいいですか、久保作って。はい。じゃあお願いします、どうぞ。あ、ずっとなんか笑ってる。いいね。わかった。わかるわかる。なんか幸せな子がずっとなんか本当。この曲自体がこう平和とかそういうのをこう願ってる曲でもあるので、そう平和の象徴みたいな顔をされるので。わかる。入れ替わる時なんかもう超ニコニコしてんじゃん。すげえよかった。ね、わかった。だからアスカちゃんもニコニコって出てくるのもすごいいいんだよね。でも今のアスカちゃんはちょっと久保を笑いながら出てきてるから。違いますよ。可愛いなと。すげえいいな。そうなんです。ここのアスカさんとしおりちゃん縦ラインがめちゃめちゃダンスが上手くて大好きなんです。なるほどね。続いては向井。エントリーされた決め顔とは？命は美しい。これ佐藤理香から。これどこを押しても推薦。29枚目アンダーライブで葉月さんがセンターをされてたんですよ。それでイントロで決めてるんですけど、そこがなんかいつもひまわりみたいに優しくて温かいんですけど、なんか線香花火みたいになんか華やかででも強くて。ちょっと待って、なんで線香花火？線香花火って儚くなんかあれだけど。華やかさはなくないですか？でもなんか火花が散ってるじゃないですか。パチパチね。火花みたいな熱さもあって、そんと熱い。けどでもなんか儚さもあるから。儚さがあるからか。命は美しいってそういうちょっと曲調もね。ここもすごいギャップ萌えですね。いつもニコニコしてひまわりみたいな。そうだなるほど。めっちゃかっこいいです。あ、いいみたい。この曲いいよね。もうね、曲調がね決まりそうだもんこれ。おお。いや何今の？いいじゃん。今分かんなかった一瞬。あれ？おーって。あれ？向井。あれこんな表情する？いいね。いいね。イントロからの曲に行くまでの表情も完璧だね。これ自分でこの曲を選んだので、もうここで見せてやろうって。イメージよりもちょっと違うもんね。だから明るい曲とかそっちに合うのはわかるけど、いい表情すんね。嬉しい。嬉しい。いやそれもいいね。かわいい。嬉しいね。続いては4期生神奈川の決め顔がエントリー。人気だった言われて上がってきてるのはルート246。出た。これ5期生の奥田、どうせ一瞬の幻なんだの歌詞の部分、とにかく美しい横顔からの最後少し目を細めるところが好きです。そして曲が終わった時の表情、横目の感じがセクシー。なるほど。多分5期生はさ勉強のためにさ結構見てんでしょね。そうだね。
だって目を細めるとこまで見るだってちょっと恥ずかしいですね。あとは山崎からもいただいておりますよ、アウトロの神奈川さえはライブの時もすごく一瞬一瞬を研究して挑むのですが、特にこの時の髪の使い方、目線の落とし方、顔の角度が神がかっていたと思います。だからやってんじゃん。目線の落とし方で多分だからこういうのとか。ああ見たい。髪の使い方ってことは長い髪をこのスピードでこう見せるってやってんだね。髪は結構意識してます。ああそうなんだ。めっちゃうまいです髪の使い方。髪の使い方うまいとかあるわけや。乃木坂で一番うまいんじゃないかって。髪使い？髪使い？マジで？本当に。おお、いやもういいじゃんね。やっぱそうだ、目線とかさ。いや今の違うんだ。なるほど。こっからこうとかね。最後スンってね、垂らす感じね。あれ無意識でやってました。いやだからもう体に染みついてんじゃん。こうに首は振らないんだよ。こうにく。そうそこよ。だからよく演技とかでも上から下見るときに急に見るんじゃなくて3個に分けて見るとぽく見えるとか。ちょっとやってそれ。上から下に普通にやるとダメなんで。ちょっとなんで急に緊張しますの？自分で言ったやつをやってほしいだけ。だからお芝居の流れで人とかのさ顔、腰、足とかに目線を落とす方が。ちょっとやって。なんでできないの？なんだよ。やれっつうとできないってもうなんだこの役者だよ。あとこのなんつうのちょっとこう半笑いというなんつうのあの笑顔。それどうやんの？そのだから半笑いなんかそのちょっとこう含んだ感じ。なんだろうね。でもお笑い界の結構含み笑いのいや何しのいや含み笑い。じゃあ俺できないの。いや神奈川もいいなこれは。なんかねこの首とかが綺麗なんだよな。俺憧れの首なんだよそういうの。確かにね日村さん首が長い人憧れだもん。首が美人だよ。首美人って言われる？嬉しい、ありがとうございます。首美人、首ブスだ。首ブス。首ブスってか首がないから。そう。でもちょいちょい映ってく和田とかもいいよ。和田とかってこうスタジオとかで本当バカみたいなとこしか見せないけど。10年間バカしか見てないんだよ。ライブで意外とこうなんかこういい女つかね。ダンスもめっちゃうまいんで。ね。すごいよね。ここで清宮は自分の決め顔でエントリー。清宮は自分ではこれじゃないの言ってんでしょ。天水やバースデーライブで夜明けまで強がらなくてもいいをやらせていただいたんですけど、その時のオチの自分らしく生きるっていうところが今までずっと決めてきたんですけど、なかなかなんかちょっとって感じで、やっと今回いいんじゃないっていう自分でも納得の決めができた。はいあります。自分のやつ見たい。いやこれはでも大事よ。自分で納得ってのは。みんないいけどね。今のいい。違う。ここだったかな。ここだったかな。よかったよ。今でもちょっと動いてるしな。そうなんです。顔だろ。ごめんやってくれる。でもそれかもね。やってもらおう。やってもらおう。今この日の電通ということで清宮納得のパフォーマンスはスタジオで確認。一回曲流してそこをちょっと動きのリハやる。そうですね。ねこれ練習ね。全然軽くていいから軽くていいから。はい。まだ本気の顔入れないでね。そう。じゃあお願いします。いいよいいよ。もうちょっと入ってるな。ちょっとセミまだ入れないで。入れんなって。まだ入れない。まだ入れないで。俺今まだリハ動きのリハ。お前入れんなっつったじゃん。入れんなって。痛いんでしょ。もう入れてんじゃん。入れんなっつったじゃん。本気じゃない。今まだ本気じゃなかった。全然本気。いい動きの確認 OK。それでは本気の清宮のパフォーマンスにご注目ください。じゃあいくよ。よーいスタート。
ったよ。すげえいいよ。あ、いいよ。プロだね。今もうよかったよ。あれ3人とも同じとこやってたんだよね。はい。あの前に歩くって前に歩いてくんです。歩きます。そうなんだ。セイミヤだけなんかものすごくそうだ。あ、なんなんだ違うの。二人立たせといて本番始まったら邪魔だよみたいな感じになって。若槻系だよ。あ若槻は昔こう前に歩くのがもうこんなのそれっぽいちょっと意志を感じるあ。歩き方違うもんね。もう最初から。決め顔グランプリ、続いては斉藤飛鳥がエントリー。決めてそうだまあな。まあ飛鳥ちゃんもないろいろやってるからいっぱい上がってんですけどね。10年あるから決めまくりの10年だよね。ね。逆に決めてない時ないからね。そう。それが斉藤飛鳥だからな。何ですか？特にこの何年間かぐっと大人になってさ、いや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 。決まりまくりだと思う。いっぱい上がってます。でもね今回特に上がったのがアクチュアリです。ああ、アクチュアリ。どの辺が言われてると思います？でも本当もうなんか決めてばっかりだからありがたいことに決めてばっかりなんで別に私が多少決めたところでそんなそりゃそうだ。なんか特別いや、視は素晴らしいね。おいこれが斉藤飛鳥だぞ。いや、そうじゃないと。和田からいただきましたけども、サビの理想が邪魔しての邪魔しての部分の飛鳥がエロかっこいい。あとマネージャーさんからも全く同じところですね。理想が邪魔しての妖艶な飛鳥。出た。じゃあここはもうみんな同じようなこと。あと梅もはい。ね言ってますね。私も同じとこなんですけど、理想が邪魔して邪魔してのところがまあエロいんですよ。エロいなんか口がエロくて、なんか口決めに行ってんなっていう決め顔ってわかるじゃないですか。でも飛鳥さんってなんか決めに行ってんなって感じさせない決め顔なんですよ。全然ここれか、すげえな。なんかどっか余裕があって、もうめちゃめちゃナチュラルなんで、そこ決めに行がってない感じなのに決まってる。そうなんですよ。そういう人な。自然に染みついちゃってるんだと思います。ああ、羨ましい。すごそうだな。山下もこれガンガン。お、今のいいね。今のこれだ。だから歌いながらの口なんだね。邪魔しての子。邪魔してのなんか手の後のなんか残りがみたいなのがあるんですよ。なんか残ってるんです口が。残しがいいよな。残し方がな。残し方がすごくて。アクチュアリ全体どういう気持ちなわけ？気持ち言ったらもうでもあの顔できなくなっちゃうからあ、でもなんか作ってるわけでそこは自分の中で。基本はでも歌詞にちゃんと寄せてはいるんですけど、人を作るからなんか自分の顔がこうかなっていうのを想像するっていうよりは別の人が踊ってるみたいな。なるほど。ああ、そうなんだ。いいね、こういう話なかなか聞けないから参考になんじゃない？すげえいい話だよ。さあそして続いてが伊藤リリア。いいね。来るよ、そりゃ。いや、飛鳥ちゃんで終わりかと思ってた。思ってます。終わんないよ。頼むよ。来るよ。熱い。いいよ脱いでも。ラッキーだな、今日は。ということでトリを飾るのは伊藤リリアの決め顔。どこだと思いますか？どこうん。散々言われてるので、まあ、僕の衝動の最後なのかななるほどと思ってます。どこだろうね。正解です。僕の勝負今回このアンケート取ったら票数の一番多いのがこれでした。そう、すごいね。はい。まずライブカメラマンさんから。カメラマンさんありがとうございます。ラスト、何回小技を入れてくるのか毎回楽しみ。そうだよね。実はサビ前の本気を見せようのところもいろいろな表情してる。これ誰だっけ？これすげえ有名。私が真似してくれましここた。から使っても注目されるからやりづらいよな。すごくやりづらいですね。しょうがない。さらにまゆさん、振付師。振付師ね。最後の決め顔はもともとてんこ盛りでしたが、3期生ライブでさらにてんこ盛り2021年アンダーライブでさらにてんこ盛りになってます。違うんですよ。進化の様子を見ていただきたい。違う。また持ったんだまた。いや違うんですよ。聞いてください。そのアンダーライブの時はカメラ抜かれてて赤く光ってるじゃないですか。こうやってこう抜かれてるなと思っていろいろやるんですけど全然切られなくて、いつまで残してるんだろう。ずっと赤いからやらないといけないけど、でもやれる分はもう
全力でやってます。K みたい。あと梅からもこれ推薦。もう私の中のナンバーワンなんです。お待たせしました皆さん。なんかその私の中で4つあって、そのまずイントロでパッて顔上げた時のリリアの顔がリリアじゃなくて、なんか誰かが宿ってる顔をしてます。なんだリリアじゃなくて何？踊りの神みたいな。もうなんかもう獣みたいなものが宿ってる。アイドルのライブで獣が出てくる。本当にそれぐらい入り込んでるんですよ。いいよ。あとそのカメラマンさんがおっしゃってたサビ前の本気を見せようのところと、あと感想のこれは顔っていうよりも振り付けがないところで踊ってるところ、そことあとは最後の決め顔。振り付けがないところも踊ってるの？踊ってます。動いちゃってるんですよ。もうどこ振り付け獣がない。がずっとなんかやってるんだ。はいもう。この後リリアコレクション開演。それでは伊藤リリアの梅沢セレクション。お、獣だ。もう来る？かっこいいね。あ、いいね。あ、いいよ。いいよ。いいね。あそこね。すごかった。でもかっこいいよ。ああ、いいね。かっこいいじゃん。ここからなんもないよね。フリー見たい。振りをないところねこれ。振りがないところ。すごいすごい。これ振りじゃないんだ。振りじゃない。あ、いいじゃん。おっちゃん。まだある。あ、言ったね。あ、言ったね。バーン言ったね。ベロ出したね。まだある。バーンフュッチュってチュッケッ。あって長いなこれ。長いなこれは。はいさ、おい。すごい。すげえプロだな。やるね。いやいいじゃん。何個あんだよ。梅すごいな。もう多分初めの頃はその暗転するのが早かったんですけど、暗転してても動いてるから、多分長くしてくれてるんだと思います。いやしかもこうやってテレビで言ったことによってそこ見せ場の一つになっちゃったから、でもあれは偉いよ。もっとやった方がいいじゃん。すごいわ。あれもうあんな長いんだったらもうちょっと動いていいかもな。もうここだけでやんなくてもさ。ちょっと新たなパターンを考えないと。そうだ、なんかビールを開けて飲んでそういうのとかやってもなんかでもこの曲の時はすごい自分を入れ込もうとしてるので、曲の中にあんまりもう記憶がいつもない。やっぱ最初からやっぱ入ってるんでしょ。いわゆる獣と言ってた。音楽入る前から入れてます。だってもうなんかやばいみたいな、なんかもう自分を焦らせるというか。その追い込んでそこに入れちゃうわけだ。そうですそうです。いやいいじゃん。すごいかっこいいな。でもあそこ期待だから今後もあのぐらいの尺をやって。そうだね。最低3つ4つはぶっ込んでほしい。頑張ります。あそこで最後なんかわかんない。口から万国旗出すとかね。消えかかる直前ぐらいでちょっと最後あとこうやって鳩が出てくるとか。映し込んだんだ。そこも不思議っていう。果たしてグランプリに選ばれるのは。今回のエントリー全14作品の発表が終了。日村が選ぶ第1回決め顔グランプリは日常の久保に決定。さあ久保、どうですか？決まりましたよ。嬉しいです。私6年間やってきて初めてここでグランプリ取りました。印象残った。わあ嬉しいです。なのでね、久保の顔の3D プリンターの縦がね、あ、いいね。いきますんで。いただけるんですね。いい、もう飾ってくださいね。5期生スポーツ女王ナンバーワン決定戦。なんか頑張れよ初期。30枚目シングルのタイトルが「好きというのはロックだぜ」に決定。じゃん。お、カサカサ耳打ちで言います。
チャンネル登録よろしくね。はい、お願いします。